2025年2月7日、岩見沢市。この日開かれたのは空知ワイン会議。当方の方から空知ワインを通じて地域の活性化に資するような組織ができないだろうかというような提案をさせていただきました。そして先般2月3日の日に一般社団法人空知ワイン協会が設立をされたわけであります。まずはブドウ栽培の一次産業をしてます。そしてそれを収穫し加工する、製造業もありますし、最後はそれを売る小売業として3つ、業態を、またいでおります。行政間の、垣根であったり、産業の垣根を超えられる存在というふうに、僕たちは考えております。で、今我々地域空知で欲しいのは、空知でないと見れないものや買えないもの、食べれないもの、体験できないもの、そういったものが、地域の価値になってきていますので、今、日本のワイン産業の中でも北海道が注目を集めています。その中心地の一つが余市町。余市町産ワインは世界のワインマップに刻まれる勢いです。そしてもう一つ、北海道産ワインを支える地域。それが岩見沢市や三笠市を含む空知エリアです。北海道には179の市町村がありますが、これらは14の行政区分、振興局に分かれています。その中でも空知総合振興局には24の市町村が含まれます。ここ数年でワイン用ブドウの栽培農家やワイナリーが急増し、注目の産地へと変化しているのが空知エリアなのです。余市町とは異なる風土を持つ空知のワインは、香りや味わいにも独自の個性が現れます。北海道産ワインは今、テロワールごとの違いを楽しめる新しいステージへと進んでいます。この空知エリアの生産者たちが連携し、今年2月、空知ワイン協会が設立されました。地域を越えてつながり、共に課題に向き合いながらブランド価値を築いていこうという大きな一歩です。その空知ワイン協会の初代代表理事を務めるのが近藤ビンヤードの近藤亮介さん。空知だけではなく各地の生産者から信頼される存在です。これから何か新しいことやりたいって言った時に、やはりそれぞれがこうやるよりもみんなでまとまってやった方がコストもそうですし、いろんなことがこう簡素化できるというのがあるので、そういうその力を持ってまず共通の課題に当たりたいっていうのが最初の動機です。でその先にやっぱその空知という名前が出てますけども、これが広がっていった時に、先ほど本当に私らが自分は近藤ビンヤーだと思うんですけど、自分のワインをこう売ってて、それで空知って認識する人は誰もいないわけです。だけどそれが逆に返ってきて、で実は空知にはもっと違うこういうワインがあるとかっていう、その広がりっていうのが多分出てくると思うので、おそらくそのワインを通して空知という名前がこれからどんどん広まっていく可能性が多分できたんじゃないかというふうに考えています。ペアリングでは昨年8月、近藤さんの畑を訪ね、栽培や醸造のこだわり、そして空知ワインのこれからについてじっくりお話を伺いました。見れば美味しくなるワイン。これ1年ぶりですね、ちょうどね。僕だから前回はラフェトの次の日に杉本さんとお邪魔して、そうですね、はい、いや本当ちょうど1年ぶりで、ちょうど1年ぐらいですね。もう今ベレゾンは始まってるんですか？始まってますね。次々に来てて、これからちょっとね、仕事のその内容が変わってくる段階に今来てますけれども、どういう感じで変わってるんですか？今から畑をね見るのに、先に言っとくんですけど、結構今年ベト病にやられちゃってて。あ、そうなんですか？そうなんですよ。
まあ、天候要因って一言で言えばね、まあ、はいもうそうなんですけど、やっぱ雨とかってことですか？雨、湿度、うんあとは、高温、うんなんかこう日照不足も結構ありますね。今今日なんか結構いい方ですけど、先週ぐらいまで毎日曇り空して必ず毎日どっかで雨降るみたいな。へで気温はまあ30度までいかないにしてえも、まあ、20度後半でそのベト病が最もこう動きやすいこう温度帯というんでしょうかね。はあ、湿気もあるし。湿気もあるし、でそれがずっと連続してたんで、ベレゾンの色と、そのベト病で色変わっちゃったやつとこう混ざってるんですよ、今。これがだからモセウシ農場ですよね。はい、モセウシ農場です。はい。そう、ベレゾン始まってる。始まってますよね。これはブドウなんですか？ピノノワールです。これ。これピノ。はい。まあこんな感じはまあ綺麗ですけど、こうよく見るとこれとかこれとか、本当だ。これベトですか？はい、ベトですね。はい。本当だ。ちょっとベレゾンと一瞬、そう一瞬ね、こう見間違う感じの。触るとすぐポロッと落ちますから、本当だ。こんな風に。へえ。だこれを収穫までにやれるだけ取る。手で落としてるんですか？手で落とすんです。まあやれるだけね、まあ全部は落ちきれないんですけど、まあ幸いなんかうちのワインのお客さんとか、そのボランティアで来てくれる人もまあたまにいるので、もうお願いしますって言って。ちょっとじゃあ僕も一粒だけ。一粒と言わず。けどポロッと取れるんですね。そう、すぐ取れるんでね、まあ分かりやすいじゃ分かりやすいんですけど。確かに。でもここまだいい方です、これ。そうなんですか。ちょうどだからそういう時期で、あとベレゾン入ると、まあ先ほどちょっと言いましたけど、動物の被害、まあ鳥もそうなんでしょうけど、まあ実はアライグマとかが結構多いので、そういう動物の被害に遭わないようにここ全部ネットと電柵をビシッと張って、もう侵入できないようにしたりするんで。今はまだ大丈夫なんですか？まだ大丈夫です。これぐらいだと全然甘くも、まあ食べれますけど、全然美味しいとも思わないんで、まあ人間が食べて美味しいと思う頃にもうどんどんやってきますから、まあその対策はこれからしなきゃいけない。鹿も来るんでしたっけ？鹿も来ますね。そうですね。あとはまあ、伸びすぎてた、まあ、その枝をこう摘心って言ってね、まあ、植えとこれちなみにこれ全部ベトです。これベト病。これベト病。こうやって葉をむしったら裏にこう白い胞子みたいなのがついてますけど、これがなんかベトベトしてる。ベトベトしてるんですよね。ベト病がいっぱいついてて、でこれが進むとこうなっちゃう。これ葉っぱも取っていくんですか？ベト病に。いやこれはねもう取りきれないですね。もちろん取った方がいいのかもしれないんですけど、もうそれは諦めて。なるほど。ボルドー液は？ボルドー液は巻いてます。でもやっぱりベト病は？そうですね、追いつかないですね。だからボルドー液だけでもうなんか止められなくなってきてるなっていうのをちょっとここ何年か効かなくなってきてるんですか？効かないというか、それを上回るだけの温度とか気温なのはその気象条件、まあ畑にもよりますけれども、あと品種にもちょっとよるんですけれども、これちなみにオーセロアっていう品種ですけど、オーセロア、この白いのがこのボルドー液ですか？そうこれが石灰の白ですね。石灰のこれ白いのボルドー液の後ですね。そのやっぱベト病に強い品種みたいなっていうのもあるんですか？ベト病は全部かかっちゃいます。あるんですか？あってですね、まあ今日その話になるのかどうかちょっと分からなかったんですけど、ここだからここピノで近藤さんといえば混色ですもんね。混色、そうですね。上に混色ありますけど、今たまたまここに本来ピノノワールなんだけど、ピノじゃない品種が。これ何なんですか？これ聞いたことがあるかどうか分かりませんけど、ザラジェンジェっていう品種。聞いたことないですよね、多分ね。マイナーすぎて。ザラジェンジェ。ザラジェンジェ。ザラジェンジェン。はい。一回聞いてもザラジェンジェン。ザラジェンジェ。ザラジェンジェ。はい。これどこ？もともと確かハンガリーだったと思いますけれども、完全なビニフェラじゃないんですよね。いわゆるハイブリッドっていう。はいはいはい。で、ちょっと前ですよ、20年ぐらい前までの北海道だと、まあたまにあったんですけど、最近はもうあんまり作る人いなくなって、まあ道南の一部で少し栽培が残ってたりして。
それビニフェラとラブラスカの、そうですね。ビニフェラとラブルスカええの交配品種はい、がハイブリッド。確か4分の1だったと思うんですけど、ほでまあこれなんでここに割ってるかっていうと、はいそのさっき言ったそのベト病問題もそうだし、まあ、他のその病気もそうなんですけど、まあ、我々はあんまりこう農薬をこう使いたがらない生産者なんで、そうするとどうしてもその病気に対するリスクがこう増えてきて、で我々育ち組ってもともとやっぱ収量が、余市エリアに比べてこう少なくなる傾向にあるんですけど、さらにその病気で落ちるっていうと年ごとのその作柄のブレがやっぱ大きくなっちゃって、でまあこれを真剣に増やすかどうかは別にしても、実際見るとこう病気ないんですよ。まあ多少はありますけど、けど確かに綺麗ですね。そうなんですよ。隣はこうベッドとかありますけど、なんかあんまりこうすぐ横でもないでしょ、そうだからこういう風な環境でもすくすく育って、しかも結構ブドウも取れる、でこんな風な、まあ、品種があって、まあもしいいワインができるんであればね、まあ、こういうのも選択肢の一つかなと思っていくつか植えてますね。はあ、でもその混色で横に置いててもやっぱ品種によって、こっちはベト病になってるけどこっちはかかってないとかっていうのがやっぱり出てくるんですね。ありますね。それはやっぱその混色のメリットというか。そうですね。僕は逆に混色始める時は、だんだんそういうものがなくなってきて、病気にかかりやすい品種もかからなくなるんじゃないかっていう想定で混色してたんだけど、実際にやってみると、品種としての特性は混色しててもやっぱり出るものは出るんです。なるほど。隣でベトでも隣かかっちゃって、かかってないとかっていうのがある。まあ分かりやすいだから比較するにね。隣り合ってると。なるほど。それであれですよね。その前もおっしゃってましたけど、混色してては面白いなと思ったのが、その品種によってやっぱ収穫期ってバラバラじゃないですか。それが年を追うごとになんか同じぐらいになってくるっていう。そうですね、それが明確にそうなってくるかっていうと、はっきり絶対は言えないんですけれども、でも実際にそうだと思います。収穫期が全部同じになってくるっていう。そうですね。まあうちはもう一発でこう収穫をするんですよね。もう一発でやるんですか？一発でやります。だから例えばある品種が熟したからそれだけ取って、次の品種取るってことはしないんですよ。でまあ大体の品種がちょうどいい感じで熟した時を見計らって取るんですけど、まあ確かにその近づくっていうんですかね、そんでほど気にならなくなるっていうんでしょうかね。年々やっぱりそうなってるんですか？そうですね。はい。これちなみにこっちはピノなんですか？これそうです。ピノノワールのクローンが違うんですよね。先ほどのとちょっと雰囲気違うでしょ。こっちの方がちょっと房が大きい感じが。房が大きくてバラバラの房ですね。だけどまあベトは出てますね。こうやって出てるんですけど、ピノノワールですこれも。で栽培を習ったのは藤本さんなんですか？1年目そうです。余市の？余市の。藤本さんと通ったんですか？そうです。余市にもうアパート借りて。でワンシーズンずっと通ってやってましたね。24の時ですけど。はあ。もうだから26年ぐらい前ってことでしょ？そうなんですよ。もうそんななっちゃうんですよね。すごい。その時じゃあ藤本さんもじゃあまだキャメルじゃなくて藤本さんの畑の時ですよね。そうです。北海道ワイン契約の藤本さん。やっぱ藤本さんはやっぱりすごいんですか？なんか木村さんもおっしゃってたんですけど、土作りから結構すごいみたいな。いやすごいですね。もう多分全然追いつけないです。やっぱすごい。何がすごいんですか？知識量はすごいっていうお話は聞いたんですけど。当時は今だといろんな情報って、その気になればこう拾えるんですよ。ネットとかでも。ネットもあるし、やってる人がそもそも増えてるから。確かに。で海外の情報もどんどん入ってきて、それは日本語に訳されてたりするし、でもそうじゃない時代の26年前って、ワインメーカーの技術主導っていうのがあったかもしれないですけど、それほどその知識とか経験とかその蓄積してない時代に、まあよく知ってるし、あと何よりやっぱ観察して自分でなんか熱心にいろんなことをこう研究してるっていうのが、農家としてのね、その姿勢、まあ働く姿勢がやっぱり何より
あ、そうですか。なんか朝から晩までいるのはまあ今当たり前かもしれないですけど、それはまあ僕は初めて見る農家だったけど、いまだにあれぐらい仕事する農家の人ってほとんど出会ったことないですね。そんなすごいですね。すごいちょうどだから、今年の2月ですかね、木村さんとこの畑行かしてもらった時、雪積もってる時に、遠目から藤本さんちょっとまあご挨拶できなかったんですけどいらっしゃって、雪の上歩くのめちゃくちゃ早かったです。いや、そうもうね、お年だってもうそれなりのお年のはずなんですけど、いや本当に働く人でね、そうなんですよ。僕まあ24ですから当然体力余ってたぐらいなんですけど、まあ、全然元気でしたね僕より。そうですね。すごい。じゃあ栽培は藤本さんに教えてもらったんですね。そうですね。基礎的なことは全部そこで教えてもらいました。前職っていうんですかね、独立する前に、ここから北に50キロぐらい行ったところにある歌志内市っていう町で、ブドウの栽培を会社員としてやってたことがある。市営のワイナリーでしたっけ？そう。まあ教えてもらったことをベースにして、歌志内で8年間栽培して。で歌志内で8年やって、そこから札幌藤野に来るんですか？ワンクッションありましたけれども、そうですね、はい、独立しようと思って会社辞めたはいいけど、結構なんか勢いで辞めちゃったんで、収納できる場所がちゃんと見つからなかったんですよ。見つけてから辞めたわけじゃなくて、そうなんですよ。辞めてもともと地元はどこなんですか？地元は北海道恵庭市ってところで、まあ千歳の隣町なんですけど、でもあそこはね、ブドウ栽培にちょっと向いてない土地なんで、そこでは考えてなくて、まあ当時中田さんがもうすでに独立してたから、中澤さん、はい、同じ栗沢町の、でその中田さんの近くでやろうと思って、栗沢をまあある程度目星をつけて辞めたつもりだったんですけど、目星ついてなかったんですよ。場所土地もなくて。そうなんです。それでまあまだ子供も小さかったし、まあ食っていかなきゃいけないんで、いろんなワイナリーのお手伝いをしてたんですよね。その時じゃあココファームとかも行ってたりしてたんですか？そうですね。ココファームはその以前のその歌志内時代に行ってました。歌志内時代に行ってたんですね、ココファーム。そうですね。歌志内辞める最後の2年間が、そのココファーム醸造のワインを自分でブドウ持ち込んでやらせてもらって、っていうのが。歌志内のブドウを持ってっていうところですか？そう。その時にじゃあブルースさんとか高彦さんがいてっていう時代ですか？そうです。醸造責任者ブルースさん、栽培責任者高彦さんっていう時代ですね。で中澤さんも最初はココファームでやってますよね？そうです。その中澤さんにくっついていったって感じです、僕は。中澤さんとは前から知ってたんですか？そうですね。もうその、おそらく藤本さん時代にもすでに知ってました。そう、最初の方に。もう1年目から確か僕知り合ってるんじゃないかな。それは藤本さんのところで知り合ったんですか？じゃなくて。ですね、藤本さんの畑にいた時って、藤本さんは北海道ワインの契約農家さんだったんですけど、そうなんですか？中田さんは北海道ワインの社員さんだったんですよ。北海道ワインの社員さんだったんですか？中澤さん。この人は社員だったんです。それ知らなかったですわ。そうなんですか？で、北海道ワインの子会社の三笠ワイナリーっていう、今もなくなった会社が当時あって、そこにいたんですけど、その時代に多分知り合ってて、で年はね僕よりだいぶ上なんですけど、結構その感覚が近いっていうんでしょうかね。まあなんとなく仲良くなって。それ以来の付き合いです。で中澤さんがやったのは近藤さんよりどれぐらい前なんですか？中澤さんが独立したって。確か私より 4,5 年前になりますかね。はい、そうですね。なるほど。先行して独立してたんですよね。でそれから遅れること 4,5 年で、近藤君もそろそろ独立しないよとかって確か言われてたと思うんですけど。それで辞めたってことですか？歌志内。中澤さんに言われて辞めたわけじゃないですけどきっかけというかね。そうですね。一つのきっかけで。でその歌志内辞めて、じゃあそっからはどうしたんですか？歌志内辞めて、そして、まず札幌にある万慶峠のワイナリーっていう。わかりますわかります。ちょっと辞めちゃったのかな。今もうやってないですか？確か辞められたと聞いたんですけど、あそこのお手伝いにちょっと行って、でその流れで当時万
家が、札幌富士のワイナリーの立ち上げに関わってたんですけれども、はあ、なるほど。その立ち上げに僕はちょっと関わって、それから札幌富士のにちょっと出入りするようになったっていう感じですかね。でそこで出入りしながらもまた自分の畑、それがタプコプですか？そうですそうです。だからやっぱりブドウを植えてから、とにかく最初の数年間は実入りゼロなので、その間のその生活費をやっぱりどこかから確保しなきゃいけないのが、やっぱその他のワイナリーで手伝うみたいな、まあ他のアルバイトもしてましたけれども、そういう、期間です。で独立したのが、会社辞めた次の年に2008年に、ブドウを植えてますけれども、2007年に僕会社辞めてるんで。あ、2008に植えたんですね。そうです。会社辞めて1年間は本当に何もなかったっていうか、そのお手伝い期間ですね。滝沢さんのワイナリーにも出入りしてましたね。そうですね。はい。滝沢さんと行った時はまだ宮本さんはいないまだ時代。来られる前。はい。それで札幌富士のを手伝ってタプコップの畑やってる時に浦本さんが来るんですか？そうですね。はい。そうですそうです。ですよね。そう流れはそうです。で、さすがですね。よくご存知ですね。いや浦本さんに聞いてますから。で浦本さんが近藤さんのナイアガラの泡を飲んでワイン作りたいと思うんですよ。本当ですか？聞いたことない。聞いてないですか？いや確かそれ言ってましたよ。でそこから近藤さんのとこに来るんですよね。そうですね。浦本さんが。で札幌富士野に就職して、浦本さんは。で泊まり込みでタプコプ行ったり、でとあるの委託手伝ったりとか醸造みたいな話をされてたんで。ああそうですか。そっからのじゃ付き合いなんですね、浦本さん。そうですそうです。大学生でしたね当時ね。へえ。まあ要は弟子みたいな。そうなりますね。まあ最初の弟子でしょうねきっとね。そこを僕今家は新築してましたけど。そっちの陰にあるのが旧宅なんですけど、その旧宅時代に浦本君そうだな3ヶ月ぐらい一緒に寝食を共にしましたよね。ここで。そうですそうです。はい。まあ住み込みっていう感じですかね。簡単に言ったら。その時2人でやってたんですか？他にもいたんですか？いえいない。まあ私の妻と私と浦本君の3人で畑やってましたかね。へえ。そうなんですよね。なるほど。はい。いやだからなんかその浦本さんの話を聞いててもそうだし、で佐々木さんとのつながりは何なんですか、近藤さん。佐々木さんとのつながりはもうちょっと前だね。僕歌しない時代に佐々木さんに会ってますね。佐々木さんもだって札幌富士のちょっと関わってる。関わってました。はい。もう初期ですね。そうですね。2010年11年だと思いますけどね。佐々木さんは当時、フランスから帰ってきて、ニセコのそのワイン作りにちょっと関わってって、将来的には道南で独立しようと考えていながら、当時はそこで働いてて、でそこのブドウを、札幌富士のワイナリーに持ち込んで、一緒に醸造してました。一緒に。そうです。私は醸造の経験はその時点ではほとんどないに等しいので。もう栽培をやってましたけど。栽培中心にやってたんですね。そうでココファームで 2年やったって言っても仕込みの時しか僕やってないんで、なるほど。1年通してワイン作りやった経験がほぼなかったんですよ。で札幌富士野に関わるようになって一応ワンシーズン通したけど、でも先生はその時点にいなかったんで。佐々木さん来たことですごい勉強させてもらいました。佐々木さんに教わってるんですね、近藤さん。そうですね、逆に教わってましたね、そのワイン作りに関しては。そういう。彼もだからフランスで、まあ別にワイナリーに就職してたわけじゃないけれども、やっぱりすごい勉強してた人なんで、で、その、ワイン作りに関する理論とか、その、まあ、いう経験値なんかも、その当時すごくいろいろ、やりながら話してすごく参考にさせてもらいましたね当時ね。それで佐々木さんに教わって作ったナイアガラの泡が近藤さん作ったやつが浦本さんがそうなりますかねっていうことですよね。そうですね、結果的にはそうなってますね。ですよね。いやだからなんか今また浦本さんが熊コーラやってるじゃないですか。そうですね。ってなるとなんかこの3人の関係って俺ナイアガラだなと思ってるんですよ。ナイアガラの泡。そう言われるまで気づかなかったですけどそうかもしれないですね。その浦本さんの人生もその一杯で変わってますから。なるほどなるほど。ナイアガラそうですね。だから佐々木さんと近藤さんの関係も今初めて聞きましたし、そうですね。なんかそこにやっぱりねナイアガラが出てくるんだっていう。確かにやってましたねナイアガラね。でそのナイアガラも
要は佐々木さんが作ってたやつを確か山中さんが引き継いで、はいはいはい、でモンペでやってましたけど、なるほどね、だからそこもまたナイアガラのつながりというか、まあ全部つながってますよね、確かに。ってなるとナイアガラもちょっと面白いなっていう。いやそうですね。ナイアガラないと北海道のワイン産業多分成り立ってないと思うんでたまたまねこの前笠井さんにもお会いしまして、畑見せてもらって、ナイアガラのここがクマコーラの畑なんだみたいな。そうか、意外なところからちょっと来ましたね。ちょっと全然そこは予想してなかったですけど。いやけど今お話聞いて、いやだからずっとねなんかその疑問に思ってたというか、この村本さんと近藤さんと佐々木さんの関係ってどんな関係なんだろうっていうのがあったんで、これだってネットとかにも絶対出てないでしょ、この出てないですね。今言ってたらそうだったなって思ってただけで、あんまりそこをクローズアップしたことないんで。ちょっとマニアックですかね。マニアックすぎますね。ほいでちょっと話戻りますけど、その混食をやってますけど、近藤さんは、まあ北海道で混食を初めてやったのは近藤さんじゃないですか。そうですね。おそらく混食といってやったのは多分いなかったですね。列でやってる方いらっしゃる。中澤さんとか列ってね聞きますけど、で山梨とか小山田さんとかやってるっていう話は聞いたことありますけど、結構だからねそれを真似して長野とかでもやられてる方もいらっしゃいますし、確かにそうですね。そうだから混食のパイオニアというか。そうなんですかね。そう言われたら。それはなんか何かにヒントを得て、なんかヒントをもらってやった、もう自分で先ほどおっしゃってたみたいにどうなるんだろうみたいな感じでやってみたって感じですか。そうですね。当時考えてたことがもちろんあって始めてるんですけど、結果的には当時考えてたことと、今現実に見てることっていうのはちょっと違ったりするんですけど。なるほど、予想通りにはいってない。ただ当時考えていたのはまさにこういう状態なんですけどね。まあ僕は歌しない時代に、混食はしてなかったけれども、部分的に間違って混食になってた畑があったんです。なるほど。で具体的に言うと、そのセーベルっていうそのハイブリッド品種、セーベル13053っていう黒のブドウの畑の中に、ツバイゲルトレーベが何本か、よく言いますよね、苗木屋さんの店でとか。そう、ありますよね。でその畑って実はそのツバイゲルトレーベは、セーベル並みに病気に強かったんですよ。なるほど。でこれは経験として確かだったんですよ。でなぜかというとそのセーベルって病気にやっぱ強いから、全然ツバイゲルトレーベ単独の畑よりと防除帯域が違うわけです。化学農薬は当時使ってましたけど、もう全然少ないし、今の有機栽培、に近いようなことを当時こうやっていたんですよね。にもかかわらずそのツバイは、病気が少なかったんです。結構だって密着するやつだから病気なりやすいですよね。で周りが病気にかかりづらいセーベルに囲まれている中での、ツバイは、ツバイだけの畑よりも病気抵抗性が強いんじゃないかっていうふうな想像を当時してたんです。でそれは突き詰めていくと、当時にまた例のリンゴの木村さんって自然栽培をね、映画になったあの方とか、奇跡のリンゴ、あともっと古いところで言うと福岡正信さんっていう、福岡さんね、有名な方いますよね。有名な方、ああいう人の本をちょっと当時読んでたんですけど、その環境を森に近づけば近づけるほどね、なるほど、その畑としての抵抗性があったり、作物としての生き生き度が違うような、そういう理論を結構僕は当時信じてて、で畑やるのに単独ピノノワールっていうよりも、何品種かこう混ぜて植えてやった方が、もちろん独立するにあたっては農薬は使わないとかって当時決めてたから、そういうふうなやり方にこうついていってくれるんじゃないかなと思って始めました。からなんですね。スタートはね。それで初めて混食やったのはいつなんですか？2008年です。2008最初の年です。もう一番最初から。じゃあそれはタプコプで。タプコプでもうやってたんですか？そうです。ちなみにこう混食ゾーンはありますよ。あるんですか？ありますあります。ちょっと行っていいですか？やった。こっちですか？とりあえず上の方。
この畑で広さ的にはどれぐらいあるんですか、モセ牛。2ヘクタールぐらいです。2ヘクタール。うんで2ヘクタールのうち4分の1強、だから3分の1までいかないですけどが混色になってます。あ、そんなに。もうだから色づいてるブドウはね、もう。はい、これ違う品種です。これピノじゃなくて、これ山幸です。あ、山幸もやってんですか？山幸も試験的に、えやってます。これもだから、やっぱり同じです。病気かかってないんですよ。本当だ、やっぱ山幸強いですね。強いです。だからこういう品種を見てると、なんかいろいろ考えさせられますよ、やっぱ。そう、この前ちょうど相沢農園で山幸のあれ見てきましたけど、時折こう奪ってるわけです。これも山幸。これはもちろんもう一つのハイブリッドでセーベル9110っていう品種です。白品種ですけど。白。これもハイブリッドですね。これは白セーベルってやつですか？白セーベルです。セーベルの白ですね。これやっぱすごいですね。このブドウを見ただけで全部品種が分かってるっていうのが。いや、まあもちろんね、はい。だからこういうのも今あんまりもう流行らないから、ほとんど廃れちゃってますけど、僕らは歌市内にいた時は結構普通にあったんで、これ。なるほど。昔は結構セーベルから始めてますもんね、皆さんね。やっぱ農家が作りやすい品種っていうことで推奨されてるんで、まあ確かに病気ないですよね、ほとんどね。昔はやっぱ寒かったから、その寒さにも強かったっていう品種ですよね。いや、やっぱベレゾンやっぱ綺麗ですね。そうですね、こういうふうにね、こうパラパラパラっとこう。面白い。と思っちゃうんですけどそういうことじゃないですね。だからジョージアは昔は本当に自宅で作る梅干しみたいな。そうそう、なるほど。